こんにちは、メイです。モネの睡蓮の池風なものを作ります。チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。場所はパサパサ荒野の町のゼニガメが倒れていた場所。パサパサ荒野をうるうるしっとりにしていきます。作る範囲は見えている範囲です。まずは邪魔になるものはどけて、桶線前の山は地ならししていきます。転がるだけで褒められる世界線が良すぎますね。次は池用に転がっていきます。大体の形が掘れました。池を周回する道を作ります。だいたい 4,5 マス程度の幅にしていきます。海につながる方も段差の調整。こんな感じになっています。周りの道を草原の芝生にすべて入れ替え、池がガタガタいってますね。滑らかになるように調整。リゾット産地を小さくしていきます。さっきよりかは滑らかですね。池の底は砂利に入れ替えます。モネの池の底は泥だと思うのですが、個人的に砂利が好きなので採用しています。なんとも言えない形ですね。ビジョット産地の手前ぐらいに橋を架けるための準備。位置を合わせます。橋の幅は4マスにするので、両サイドとも4マス出っ張らせます。こんな感じ。橋を作っていきます。おしゃれ階段に桟橋をつけます。桟橋は横2マス、縦8マス。橋がかかりました。さらに橋っぽくするために手すりをつける準備をします。木の囲いをつけていきます。両サイド3つ分だけ上に2つ伸ばします。桟橋を伸ばしたところにつけます。鉄のタイルを木の囲いの下へ。反対側も同じように作っていきます。桟橋の板をつなげるようにくっつけます。睡蓮の池に2つある橋のうちの1つにパーゴラがついているので、今回はパーゴラ付きの橋にしています。有名な絵画をしっかり再現するならなしですね。屋根の支えをつけていきます。間のブロックを消して木の囲いを入れます。両サイドの屋根のバランスが悪いので撤去。サイドあるなしは好みの問題かもしれません。橋の飾り付けをします。本来藤がぶら下がっているのですが、花をぶら下げるのが難関すぎて、桟橋に植えるしかなさそうです。下向きにつけれる仕様が欲しくなってきますね。いつか藤の花というアイテムが来そうではありますが、ツタや花を浮かせる方法を知っている方がいれば、ぜひコメント欄で教えてください。こんな感じになりました。緑の草をピンクの草にしてもいいかもしれませんね。さっき滑らかにした場所を破壊します。朝礼5回2点3点とはこのことですね。ついでに元ある階殿も移転します。転がってばかりのメタモンです。移転完了ということで、もう少し池の整備。こちらの山を少し削ります。パサパサに住まうポケモンたちを池線側に追いやったので、リアルな姿がバレてしまいますね。パサパサをルールにしながら順番に住処を整えるので、
順番待ちの密集地ですね。削り終わったらいつもの整地。個人的にこの赤レンガがとても難しいので、とりあえず大好きな砂利にしておきました。次は橋の奥に疑似柳を作っていきます。木の柱真ん中と苔土を使います。この世界に木が3種類なんておかしいと思いつつ、いやでも1回滅亡したからありえるかと考えつつ、柳を自作していきます。合計で2本作るのですが、1本目は参考になりません。苔につるをつけて柳ものぎを作っていきます。とりあえずツタをたくさんつけまくっておけば、つるっぽくなるのではと思いながらつけています。こういう大きな木を作るのは初めてなので、かなり手探り状態です。間に広葉樹を忍ばせていきます。上の方には草と苔を生やします。足でよく見えませんが、1本目の完成。改善の余地あり。ということで、広葉樹をヤシの木に変えていきます。ヤシの木の方が柳っぽいかなという理由です。ちょっとどこが変わったのかわかりませんが OK。2本目の柳もどきを作ります。1本目の反省を踏まえ、2本目はヤシの木で木の頭を作ってから調整に入るという作戦でいきます。苔ブロックは上下左右に点で置くようにして、つながりなく立体的になるように。毛の方に若干傾いているような形を意識しています。こんな感じ。1本目よりか希望が持てそうです。希望を抱きつつ、ツタをつけていきます。池の方に多めに垂らすようにしていきます。左側ですね。ツタはパワーアップした状態で40個採取できるので、なくなったら40個取ってきてはくっつけています。1本目よりかは柳もどきっぽくなったような気がします。2本目のコツを1本目でも使おうと修正中です。遠くから見た時に何も変わりませんが、一応載せておきます。何が変わったのか私でさえわかりません。橋の間からポケセンが見えてしまうので、隠すように植林をしていきます。植林に使ったブロックは破壊しています。ポケセンが隠れましたね。木の手前を華やかにしていきます。緑緑しすぎて華やかさに欠けてしまいましたからね。橋の足元は紫系で華やかに、パーゴラの上と色を合わせてる感じですね。右側も紫。橋の裏側は適当に木と草を植えておきます。崖に沿って木を植えていきます。崖肌が見えると未開拓感が出るので、できる範囲で隠していきます。右奥の崖が潤っていないので木で隠します。よしとします。時計回りにぐるっと池の周りに道を作ります。道というしっかりとした道は作らずに、両脇に草があるだけの道っぽいものにします。崖肌は隠すように木を植えて、青と白と緑をメインにしていきます。前回のハウルで活躍できなかった色の濃いたくましい花が大活躍です。
海につながる段差に階段をつけておきます。パサパサの海にはベトベトンなど濃いポケモンが住んでいます。ラストナスやトリトドンと一緒にどこかでお部屋に住まわせてあげたいですね。左奥の壁面を少し崩してちゃんとした山にします。もりっとしていい感じ。池の周りの道の完成。ついに池部分を作っていきます。いろいろ植えてから水を入れよう。そんなことを思っていましたが、やっぱり先に水を入れます。丁寧だか大雑把だかわからない水の入れ方をします。水なんてあればあるほどいいですからね。ウキウキな水たまりをいっぱい作ります。そんな均等に人工的っぽいな。それくらいがモネっぽい池になりそうな感じです。池に花を植えていきます。この色とりどりな感じは岐阜の方の加工されたモネの池。日本では高知県と岐阜県でモネの池が楽しめますね。いつか行ってみたいと思いつつ、いつも家から見ています。高知県の方は世界で唯一、本家フランスのジベルニーの庭から購入を受けているらしく、かなり本格的だそうです。家から見た情報なんですけどね。池に魚たちを呼んできます。モネの池プラスポケモンたちの住処の完成。ミュウまで来てなぜか密林っぽくなりましたね。モネの池風な場所作りはいかがだったでしょうか。パサパサからうるうるになってきたなぁと思った方はチャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。